FM Osaka 85.1. あんた、踊れる。FM Osaka FM Osaka. Take it easy 6月6日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ、今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチーム、アバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。はい。今日もね、元気にやっていきましょう。ここでですね、大発表があります。先週もね、このエンディングの方で発表があるよ、と言っておりました。実は、このあかねクラブ、この6月から転職バイトのクリエイターさんに番組をスポンサードいただくことになりました。嬉しい。ちょっとね、先週発表あるよって言ってドキドキされてた方もいるのでは。はい、もう本当に嬉しい発表でございます。ありがとうございます。はい、皆さんもぜひ、転職バイトのクリエイト、これを1日1回は言うようにしてください。はい、本当感謝でございます。はい、ということでね、もう嬉しい発表ありました。6月へ入りました。はい、もう皆さんぶち上げていきましょう。今週もね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今週のあかねクラブ、おかっぱトークございます。今日はですね、なんと言ってでもですね、アバンギャルディサードライブの名古屋公演真っ最中でございます。はい、名古屋公演やっておりまして、はい、残すところは、あとは長崎公演ということでね、まあ本当に、もうすぐ千秋楽かということでございます。はい。皆様からのね、ライブ見に行ったよというメッセージもたくさん来ておりますので、今日はたくさん、皆様からのメッセージもご紹介したいと思います。そして番組のどこかでは、アンジュルムからのメッセージもお届けしたいと思います。では、FM 大阪あかねクラブ、今日の1曲目なんですけれども、はい。ダミアーノ・デイビッド。はい。がですね、新しい曲を出しました。はい。で、私がですね、まあ、TikTok とかリールとかでこの曲でね、バズりますようにということで、振り付けもさせていただきましてですね、なんと本当に世界中のみんながね、このダンスを踊ってくださってるんです。めちゃくちゃおしゃれな曲でして、私も振り付けできて嬉しいでございます。はい。で、この前もね、ダミアーノとアバンギャルディコラボしたんです。で、ダミアーノさんがですね、どうしてもおかっぱを被りたいって言ってですね、おかっぱで踊っておりますので、そちらのリールも皆さんぜひチェックしてください。聞いてください。ということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介、お願いします。春音アバンギャルディと、ウィーアバンギャルディです。お願いします。今日はですね、なんと、アバンギャルディサードライブ、in 名古屋in 名古屋が、ただいま、はい。公演中でございます。はい。はい。ね。うん。もう残すところは、あと名古屋、今日の名古屋と長崎。はい。一つだけでししたね。どうですか名古屋公演。まで知っちゃうね。あ、名古屋公演。うん、名古屋公演、どうに向けての、どううん、そう。あっという間やったから、あと2つって感じ。そうだね。はいまあ、大阪の公演からは約3週間ぶりみたいなことですのでね、ちょっと、いや、どんなライブになってるんですか今日もね、きっとたくさんもう満員俺でございます。チケットもね、結構早めに売り切れましたから、名古屋はね。はい、皆さん、盛り上がってくれて来れたらいいなということですよ。でもまあ、まだあります。はい。ラストね、うん長崎公演。はい。こちらが6月21日でございますね。これは日本初のアリーナ公演でございますから、はい、もう日本初の、私たちがね、日本でやる初のはい。アリーナ公演ということでございますので、皆さんまだチケットございますよ。はい。はい、皆さんぜひ来てください。お願いします。はい。で、まあ、ライブ期間中ということもありましてですね、
たくさんのメッセージが届いております。ありがとうございまはい。今日はですね、たくさんメッセージ、皆さんからのメッセージをご紹介していきたいと思います。す。はい。では、まずは、名古屋市。名古屋市です。名古屋市から、ラジオネーム、みけんさんはい。からいただきました。あかねさん、アバのメンバーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。大阪のライブに昼夜と参戦してきました。とにかく美しい瞬間ばかりで、ただただ美しいとしか表現できませんでした。はい。嬉しい。ありがとうございます。美しいと。照明もとても綺麗で、はい。メンバーの踊りを引き立てて、スタッフの皆さんと一緒になって、この舞台を作り上げていることにほっこりしました。ところで、あかねさんに質問です。今回のライブに、サザンオールスターズさんのライブも重なりって、そうなんですね。大阪の公演はですね、サザンが、京セラでライブしておりましたから、重なっておりました。同じ日にね、はいサザンがライブしておりました。うんはい。で、あかねさんも見に行くとおっしゃっていましたが、そういったインプットの時間とアウトプットする時間のバランスってどんな感じなんでしょうか？うん。忙しくてなかなかインプットの時間も作れないのかなとも思いますが、意識的に大切にしていることがあれば教えてください。ということでメッセージありがとうございます。そうですね。インプットの時間ということでございますけれども、アウトプットの方が私は多いうん。かなと思いますね。ですでも時間あるときは自分でライブにいろいろ行ってみてます。まあよね。もちろん、ジャンル。いやもちろんね、まあサザンとかももううん。本当大大大好きで、ずっと好きやから、それもファンとしていくはい。形。うんまあそれでも、なんか照明とか演出の仕方とかをすごいこう、そういう目線でも見ながら、うん。まあでもしっかり歌に浸りながらって感じなんで、まあほそうですねとんどファンとして見に行ってるんですけど、そうじゃない時は、だから例えば、なんやろ、アイドルさんのライブだったりとか、子供向けの、そういうショーとかも見たりはしてるかな。まあでも、そうですね。だから、これは、だからバランスという意味では、まあ、アウトプットの方が多い方だとは思います。うん。まあでもなんか、やっぱりいろいろこう音楽からはい。インプットすることもあるし、自分のこの好きな世界観だったり、好きなアーティストだったりとか、なんかライブとか、そうですね、見て、あ、こんなん自分もやってみたいなとか、こういうので、こういう世界観で、こういう曲で作りたいな、はいみたいなのは、すごいあるかなと思います。どうですか、お二人は。私はうん。動画を結構見るんですよ。はい。動画。はい。なんか私は、結構ジャンプとか得意にしてるじゃないですか。あ、そうなんですね。してるんですよ。そう。それで、その、ジャンプ力鍛えるためにはどんな筋トレ方法みたいな、知ってる方がいるから、はそれ見て、ちょっと家で真似してみたりして、そう、真似するんですか？はい。家で柔軟方法とか、あ方法とかが結構多いので、それ見て、実践してみるんだ。すごい。したりしてまインす。プットだ。アウトプットももちそうですね。ろん。はい。確かに。で、ういさんはういさんは、そう、インプットがあんまよくわからんから、と今必死に考えてたけど、はい。インプットって何って。だから、自分に影響してるかどうかっていうところ。そうや、そうや、そうや。インプット自分で入れて、はい。それを影響したものを、まあまあ別にそれをアウトプットという形で出すでもいいし別に出さなくてもいいんだけど、何かこう取り入れたりとか情報とかこういういろんな情報を取り入れるっていうことをインプットって言うんです。はい。でそれありますかっていう今質問ですね。なさそうやな。そはい。う。何してるんやって。怖でもさ、大学生してて、そうですよ。学生ですから。そう、確かにね。いや確かにね、忘れてる。で、インプ学校でットできてるかなだからどういうものを勉強してるんですか学校で。英語を勉強してます。英語勉強してるんですかはい。インプットもわからないのに。英語か、インプットって。そうです確かによ。カタカナやもんな。英語じゃなくて、インプットはそうじゃないですか。まあでも学校で英語
勉強して、インプットできてるかな。どんな勉強してるんですか？そう、英語の勉強というのは他に、もう普通に英会話とかですか？異文化理解とか、異文化理解。はい。異文化理解ってどういうの？例えば。だからそれこそ異国の料理も教えてもらったり、何異国の料理って。シュクメルリ。フランスの、どんな甘いなんかクリームシチューみたいな見た目だった気がする。で食べたん？食べてない。食べてないんかい。食べてないけどね、その授業は。覚えてる。先生が紹介してくれて、その授業。なんか、紹介する。紹介でも食べられへんのでしょそれは。じゃあなんなのよそれ何が入ってんのよチュクメルリは。シュクメルリ。シュクメルリ分からへん。シュクメルリは、シュクメルリ何なの？クリームシチューみたいな感じなんです。でもほんまに。何シチューとどう違うんですか？ご飯にかけるんやったかな。でもフランスって米ないですよね。知らんよ。それは勉強してそうか。ほんまに。どういうことなんやろ。でも私が見たのは米にクリームシチューかかってるみたいな。ほんまにあとんかそれ。多分そう。そんな気する。でもちゃんと調べときます。ちょっと浅かった。シュクメルリについて。インプット浅い。インプット浅い。浅すぎます。ほんまやね。まあでも、インプットはすごい大事ですよ。はい。だから、それで言うと、私も、このね、みけんさんがライブで、ただただ美しいっていうところで、照明も綺麗っていうふうにおっしゃってくださいましたけれども、照明の、今回ライブの照明も、すごく自分が、なんていうの、やりたいことだけじゃなくて、インプットもさせていただいてる。照明さんと打ち合わせとか。なんか今回の照明、じゃあこの曲でこうしたいです、みたいな、なんとなくニュアンスとかしては伝えてるし、実際その作品とか見てもらって、やってるんだけれども、まあなんかそれにプラスアルファで、このね、照明やってくださって小玉さんっていう方が、こういう風なニュアンスはどうですかっていう提案をしていただいて、で、それをもとには、じゃあこれ、すごい。こんな感じがいいみたいな。だから日々の、やっぱお仕事の現場とか、ライブ作りとかしていく中でのインプットもめちゃくちゃあるなって。続きまして、新潟市のチーマルタさん21歳の方からです。こんばんは。私は高校時代、競技カルタ部に所属していました。練習着は半袖にジャージの長ズボンを履くのですが、畳に両膝をつきながら試合や素振りをするため、ずっと練習していると両膝に穴が開いてくるんです。穴が開いたらさっさと新しい長ズボンに、変えればいいものを、私にとってはズボンに穴が開くということは、たくさん練習した証に思えて、穴開きズボンを誇らしげに履いていました。皆さんもダンスで、これができたら、たくさん練習した証として認められるみたいなものはありますか？どうですか？私、あざ大好きです。なんかめっちゃ人に見せたくなるんですよ、あざ。で、後とか残ってほしい、なんなら。なんで？それは練習した証になるから。それこそほんまにそう。なんで？膝とかにできたら、なんていうの？そう、写真とか撮るときに、一人だけ真っ黒とかなっちゃう。嫌じゃない？嫌じゃない。あ、この子は、そんだけ売ったんや。私はいつも思うのは、膝にあざができてる人は下手くそだなって思って見てますけど。まあ確かに。当たって打たないし、普通に上手い子は。でももしかしたら、打つふりかもしれん。はい。上手くても。上手い下手関係なく、もう絶対に打つふり。はい。膝を打つふりって。床でやる。そう。床の、振り付けでそうです。はい。言葉足りんかった。いや、言葉足りしてるから、何を言ってんのかな。でも、前転とかしたときに、首の後ろにあざできたら下手とかって言うじゃないですか。そう。だからそうやな。じゃあなんかまあ、膝にあざできんのも、なんやろ、まあ、ちょっとこう、蓄積したっていうのとか、汚れとかももちろんあると思うんやけど、ほんまに普通に、皮膚が汚れてるとかもあるね。やっぱ摩擦とかで。けど、なんやろ、
もし膝からガンって落ちる振りとかアバンギャルでよくやってるけど、もっとつま先から行ってたら絶対そこに、できんって。そう。できん確かにいつものあれはついたらダメですよ、あざは。もっとなんか、そう。で。まあでもなんか、すごいね、そんな、朝できて嬉しいまで。うん。すごい、怖いな。はるねさんは私は、上靴の汚れかなって。あおるな、そういう人聞いたことある。上靴汚れた後に、こう、洗うんですけど、はいはいはい。その汚れ具合で、頑張ってんちゃうああ、いいですね。いやでもすごい物を大事にされてるから、いいことだ。はい。じゃあまだまだね、メッセージ紹介したいんですが、ここでじゃあ1曲いきたいと思います。はいどっちかじゃあ、はるねさんからいきましょうか。はい。最近の好きな曲です。はい。ミャオで、はい。ハンズアップです。なんでどうぞ。なんでミャオ。ミャオって何ですか？ K-POP アイドル。また新しいのが。はい。知ってるんですか？知ってますよ。もう一回言ってください。ミャオ。ミャオ。ミャオなんかこういうやつやんな。ハンズアッああ、知ってる。プの曲。です。ミャオ。はい。韓国のグループ。はい日本人メンバーもいる。はい。応援してます。ルカマと、毎回苦手だ。何を思い出したんかいな。ルカマトークとかですね。何いいですよ、今日から2日まで。怖っ。岡村さん。はい。お願いします。びっくりだわ。はるねさんとウイさんが来てね。声出してしまった。URL までさ、ちょっと黙っとかなあかんのかなと思ったから。ぶっかまーとか。はい、やっております。はい今日もね、やっておりますけれども、メッセージがね、たくさん届いてるので、じゃあ、ご紹介したいと思います。こちら、広島県ラジオネームモナさんからです。はい。あかねさん、アバのみんなこんばんは。こんばんは。先日、あかねさんが OKP を踊ったリール見ました。マジでかっこよすぎてかっけーって言ってしまいました。永久保存です。メンバーのみんながコメントした返信が、つんじゃないけど、あかねさんの最大の照れ隠しで可愛すぎます。皆さんとの、あかねさんとの絆強すぎます。OKP 白 T ポチッとしていきました。これなんですよ。はい。これなんですよ。なんですね。はい、皆さん。はい。まあ私踊りました。もう先週もね、言いましたけど、踊ったんですけども、すべては、このね、モナさんがおっしゃる通り、OKP 白 T のために踊りました。身を削ってね。踊ったんですけど、まああのダンス、OKP スカイファーのね、シャッフルダンスと呼ばれる、まあ、一種の技ですけど、やってみたけど、ちょっと難しかったです。まあ、そう。振付師の人でも、できないことはあるかもって思いました。でも、サンダル厚底スリッポンみたいな感じなんですけど、これも現場でね、よく脱ぎ着をする、撮影現場とかで、脱ぎ履きするから、この靴風に見えてね、もう、これを履いてやりました。どうでしたか？あれってかかと全部つく振りなんですよ。はいはいはい。足。はい。けど、かかとないじゃないですか、そのそう、もう危ない。ことって。だから、ちょっとごまかしましたよ。だから脱げるから。そうですよね。だからめっちゃつま先に力入れて、これ危ないことしました。やってはいけないこと。つま先に力入れて、本当はつま先をアップして、フレックスといって、まあ、なんていうか、バット、フレックスなんて言ったんやろ。フレックスって言うんですよ。フレックス。90度にで、踊ってるんですけど、それはできなかったんですけど、しかも途中何回もほんまに笑い転げてて、そうだよ。サングラスとか帽子とかちょっとつけてなんかちょっと生きてたんで、そのせいで、まあちょっとこう踊りにくいんですけど、だからそれでなんかターンが遅いだかなんだか、コメントとかされて、ありましたよ。なんか、鈍いとか、厳しめのコメントもありました。まあ、言われてましたけど、まあでもちょっとどうにか踊りましたけど、どうでしたか？いや、さすがのバズり。確かに。やったし、あカメラワークも、なんかすごい、
カメラワークは小花がやってくれました。でもまあ、編集はね、もうせずに行くということで、普段はなんかこう、編集してるじゃないですか、はいツインアップとか。もう全くせず音だけつけただけですいませんけど。やりましたけど。オッケーですか？一発と言いたいところなんですけども、シンプルミスばっかりしましたね。OKP とか言って、右手が左手あったりだとか、もうちょっと足がこんがらがったりとかして、そう。 5、6回は撮りましたよ。そうなんですか？うんぜひ NG 集も。いい、確かにもう大丈夫だよ、それは。ファンクラブとか。大丈夫だよ。見たくないんですけど、で、これが一番言いたかったんですけど、OKP サーファーのダンス、プラクティスとか言ってね、ちょっと一丁前に何なんですかって感じなんですけど、ダンスバージョンのミュージックビデオも公開しました。はい。ちょっとね、自分たちの楽曲とかね、初めて今回作らせてもらって、で、そこに自分たちのダンス、もうみんなそれを楽しみに待ってくださってたと思うんですよね。ダンスグループのダンス曲で。一発目にドーンと出たのが、まさかのアバコの MV だったからね。確かに。そう、フル CG で来ましたけど、今回生身の人間、アバンギャルティが踊ってるということで、そうですね。めちゃくちゃかっこいい仕上がりになったんじゃないかなと思います。それこそさっき言ってたライブとかでも証明してくださってる小玉さんチームが、今回の MV の照明も作ってくださって、どうでしたか？するな、ほんまに。はい。初めてなんか、そ見て、う。アーティストみたいな感じ。そうなんですよね。ちょっとついに来ちゃったかという感じで、もうでも、最高のね、MV になったと思いますし、実際やっぱこの OKP サイファーをね、リールとかで見てくださった人が真似してね、今、さんの人が踊ってくださっているので、またこれをきっかけに踊ってほしいなとも思うし、あとはやっぱりこれをぜひ生で、見てほしいなという思いがあります。残すところ、もう今日名古屋公演中でございますけれども、残すところあとは、千秋楽、長崎でございます。長崎公演ね。ハピネスアリーナ。こちらは6月21日。はい。土曜日です。621でございます。621土曜日2週間後ですね。はい。チケットまだございますので、はい。初のアリーナということもありますし、で、この初のアリーナ、日本で初のアリーナなんですけれども、舞台が、ステージがね、そうや。T ステージでございます。T ステージって何っていう感じだと思うんですけど、前にね、ランウェイ的な、ステージのメインの前にちょっと出ております。花道が。楽しみ。そうやね。だからそのためにですね、また名古屋公演終わって、早急に、ステージングもね、長崎公演に向けて、ラスト公演に向けて、ブラッシュアップしていきますので、皆様、それもお楽しみに。そうなんです。楽しみ。ぜひ来てほしい。ラスト1公演。そうです。で、ぜひや、OKP T シャツも着て参戦してほしいし、で、また曲もね、覚えて、ダンスも覚えてもらってね、参戦していただけたら楽しいかと思いますので、皆さんそちら YouTube もチェックしてください。お願いします。ということで、じゃあ、この曲いっちゃいますか。アバンギャルディで、OKP。違います。すごいよね。せーの。アバンギャルディで OKP サイファー。ギャルディのおかっぱトークでございます。はい。おかっぱです。間違えないでください。ですね、メッセージもたくさん来ているのでご紹介したいと思います。はい。こちらまず、静岡県のアメリさん。OKP サイファーの掛け声が覚えられません。仕事の行き帰りにめっちゃ聞いてるけど、なかなか難しいです。はい、頑張ります。覚えるコツがあれば教えてください。そして、こちら、平方市のアバディのパパさんからは、中学生の娘がついに友達とライブに行くようになり、運転手に格下げとなりました。OKP の掛け声の YouTube 何度も見ましたが、覚えられませんでしたっていうことです。ございますが、なんか覚えやすいコツとかありますか？
交通。でもあれ難しいですよね。やってて思った。まあなんか掛け声とかも私が、まあある意味振り付けみたいなのしてるんですけど、なんか私は、普通にライブで OKP とか見てて、なんか、ほんまにガイドがあるんですよ。ちゃんと聞いてたら。裏に。裏に、はいとかいうガイドが、なんか、うっすらありまして、はい。多いって言ってんのに、誰も言わんの、ちょっとめっちゃ気持ち悪いなと思っちゃって、そういうのも含めて、ちょっとこれは逆に、おってもらおう客さんにみんなで言ってもらって、やったらめっちゃ一つ完成しそうだなって思ったんで、歌ってるところじゃない部分を手伝ってもらおうみたいな感じでやってるんです。でもなんかどっちでもいいかなとは思ってますけどね。どっちを言ってくれても好きに感じやけど、まあでもなんかめっちゃなんかペンライトとかをガンガンにガーとか言ってやってくれてる人はめちゃくちゃ上がるなって思いますね。舞台から見てても思います。私はおーの部分が、とか言って、これこそアイドルのライブとかでね、みんなやるような動きですけど、下から上にグーとかで上げていく感じね。ああいうの見てたらね、そう、一体感ができますよね。で、まあ、覚えるコツとかありますか？なんか、完璧じゃなくていいと思うので、その、おーとかさすがに、覚えれるか。また言ってますよ。さすがにやれよ、みたいな。できてないとやばいらしいですよ、皆さん。安いとこさすがにやってほしいと。さすがにやれよ。言われてますよ、皆さん。間違えてる。はい、言われてるんでね。さすがにちょっと、やっていお願いしたいですね。完璧じゃなくても、いいのでっていう。なるほどね。そういうことですね。ありがとうございます。じゃあ、次。これもシンプルな質問でございます。はい。ラジオネーム、福岡県、大野城って読むのかな？大野城城。大野城市のゆなさんです。はい。 16歳の方。はい。こんばんは。疲れた時のストレス発散法を教えてください。いつも聞いてます。ありがとうございます。何でしょうか？ストレス発散っていうか、リフレッシュになるのは学校行くことやなって最近思って。何も学んでない。何も考えなくていい学校に行って、ストレスがぼーっとしてるんや。授業も聞かずに。アバンゲルギーの練習では怒られちゃうから、何も考えていいし、民族のダンスを見れて、先生の生の。でもまあ、それがとないかもしれへん。なんかまあ考えてないは嘘かもしれへんけど、そのなん嘘でか、あってほしい。嘘ですけどって言うとしたら嘘かもしれへんからまだかもしれへんです。って言って。嘘。嘘です。嘘です。けどなんかその友達に会うのとか、やっぱり、リフレッシュになるなって思う。なるほどね。わいもない話が。確かに。はるんさんは？私は、やっぱり食べて、あと YouTube 見て、寝ることが一番リフレッシュ。はるちゃんってあれやんな、ブームの調味料あるよな。何？あれやん。一定期間で変わる。どんな？前は胡椒って言ってた聞いてる。そう。やろ。胡椒胡椒が好きな、時期があって、もう何でも胡椒かけちゃうから、やめたいと思ってもやめられなくて、最近は、何やろ。マヨネーズに七味結構最近。コロコロかなるほど。まあ多分次は、ポン酢とか来そうな。よできるの？よそできんねや。そんな変わるんやな。さっぱり系に、ちょっと。もうすぐ。そっかそっか。そういう食にストレス発散を。ですかね。私は何やろな。まあでもなんかあんまり確かにこの年になって、そうだね。寝るのもすごい重要やなと思うようになりましたね。なんか、結構やっぱ夜遅くまで3時とかまで寝起きてて、で、まあちょっと遅い時間に起きたりとか、6時間ぐらい寝れたらとか思うけど、いつも十分寝てるんやけど、ちょっとそれ以上寝れた時が結構スッキリするなっていうのは分かったので、ちょっと最近は早めに寝ようかなっていう意識
はしますけど無理ですけど。ですけど、まあちょっとそういうのを、一つなんか、スッキリするなとは思うし、まあなんか、ウイがさっき言ってたみたいに、もう喋ること、誰かととりあえず一生喋ってる、たわいもないことを、こうだ、言うのは確かにストレス発散だなと思いますけどね。はい。そういうことです。じゃあ、ちょっとこれ、次も言っちゃいます。熊本県の孫さん。はい。大阪公演3公演行けて、うわ、すごい。本当に幸せな時間でしたあり。がとうございます。大阪公演で、あかねさんが物販で売り子をしてくれてて、言われるがままに買いたくて並びました。はい。が、お手柔らかにお願いをしてしまいました。わら。メンバーの皆さんは今までグッズで一番のお気に入りは何ですか、そしてこの方からも、堺市の八谷バディママさん。大阪3公演、感想お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。初日には、家族と友達を連れて行きました。はい。初アバに感動と楽しかったと感激しておりました。で、2日目は昼夜どちらも参加して、今までのライブで一番一体感を感じましたというふうに嬉しいでございます。あかねさんが今回も物販でハンバーグガールをされておりました。とにかくポップコーンが入ってくる。これ入ってくるって意味があるね。どういう売り方してるんですか？私たち見たことないから、確かに。たまに写真上がってるの見るんですけど、可愛く、ちょっと持ってみたいだけど。そう、なんか写真撮らしてって言うから全然それはいいよ、買ってね。でも、なんかポップコーン入ってくるって。入ってくる。どういう物販の仕方されてるんかな？はい、まあ、この八谷バディママさんは、おすすめを教えていただきましたら、まだそちらを購入したいと思いますって書いてるよ。すごい。ということで、だからまあ、ちょっと、このね、物販での売り子ガールに関して、売りさばいてる私を、ちょっとこう、すごいですね。メッセージいただきました。へー。すごいのは、だから、本当ファンの皆さんなんですけれども、だから、この八谷バディママさんが、まあ、書いてる、そのポップコーン入ってくる件に関しては、なんて言っちゃうのかわからんけど、とりあえず、いやいや、ポップコーンやからやっぱ食べ物なので、やっぱりもうね、早めに売らんとっていうのがやっぱあるんですよ。で、ちょっと無駄にもしたくないし。なんで、まあちょっとお願いしますということで。お願いしてくださいね。そう。まあでもなんかいっぱい買ってくださいます、本当に。何個買ったらいいとか言ってくれたし。まあなんか大阪やし、まあ地元の人も多いんかなと思って、結構ちょっとお願いしますっていうことで、みんな買ってくれましたよ。ありがとうございます。本当ありがたいですし、なんか本当サイリウムとかいっぱい買ってくれたりとかして、で、そんなに買ってどうするんやってことになるじゃないですか。だからなんかまあ犬の散歩とかに使うね。再利用できちゃうんや。再利用じゃないよ。だからそれ一回きりやでと思いながらだけど。そう。切って折って一回その犬の散歩に使うんやって。とか、そういう人もいたし、あとはなんか持ってない人に配りたいっていう。優しいね。そんな優しいことあるっていう嬉しい方もいますけど、まあちょっと界隈というか、まあグッズ販売の方では、まあなんか話題にっていうか、なんか私を避ける人もいますけどね。なんでだから、買わされるってまあなんだかこの孫さんもわかんないですけど、どういうふうにお願い、まあ、わかんないですよ。じゃあ別に私は、いける、買いたいっていう人に、じゃあって言って提案してるわけなんですけれどもね。まあでもなんやろ、あんまり近づいたらとんでもなく買わされるんじゃないかということで、並ぶ列を避けるというね、そういう方もいらっしゃいます。まあでも嬉しいですね。本当皆さん。で、お二人は、グッズのおすすめ、まあなんかこんなんがおすすめだよみたいな、ありますか？おすすめ。まあ、舞台から見てて一番目立つのは、ペンライトと、うちわが目立つので、ぜひそれをゲットして応援してほしいなって思います。なるほど。ペンライトもね、毎公演全部完売しておりまして、ちょっとそうなんですよ。なんかね、人気で意外と。なんかあれは確かに光るしいっぱい、色も変わります。だからお子さんとかも、これがいいって、光りたいっていうか言って、で、電池好きなんで、じゃあもう、まあ、買いますっていうことを買ってくる。確かに。ちっちゃい子光るのとか好きやもん。好きやもんね。はい。ルイさんは
私は、おすすめは T シャツ。うん。うん。まあ自分が好きなだけなんですけど、うん。なんか今可愛いじゃない回の公演 T シャツですか？はい。おー、そうですよね。てか、なんか、アバンギャルディのはいグッズの T シャツって全部可愛いから、そう、そう私服にもできるし、まあそのライブの日も来てほしいですけど、うんその後も、うんうんうん。うん何、うんお気に入りアイテムになれる。確かに。うん。なれるいつでも一緒だよってうんうんそうそうそう。ことですね。はい。はい。ちょっと皆さん本当に言ってください。ぜひぜひゲットしてくださいし。てください。ありがたいです。ありがたいメッセージありがとうございました。はい。ということで、じゃあここでお知らせ。はい。お知らせありますか？アバンギャルディの出演情報。はい。群馬 D フェスト2025にアバンギャルディが出演します。日にちは8月31日日曜日。場所は証券学園前橋ホール、大ホールでやります。で、先着チケットは6月2日の月曜日12時から募集。はい。現在やっておりますね。はい。はい。そっかそっか。です。皆さんぜひ来てください。はいそして、アバンギャルディサードツアー長崎公演が6月21日土曜日、ハピネスアリーナで開催されます。はい、開催します。もう最後です。はい。最後でございます。皆さん。これで最後になるのがすごく寂しいし、なんか、はい、寂しいです。けれども、この長崎はやっぱりアリーナということで、千秋楽っていうこともありまして、ちょっとやっぱり特別な、はい、演出もちょっと考えておりますし、まあなんて言ったって本当にたくさんお客さんが入るホール、アリーナでございますから、本当、家族だったりとか、お友達、お誘い合わせの、上元お誘い合わせの上うん。ね、皆さん来てください。はい。お願いします。ほんと来て。本当に来て。お願いします。来てくださほんまに来てくださいね。はいお願いしますね。お願いします。頑張るんで、いつも頑張ってるけど、ほんまに、もう、全部を燃やし切ります。はいここで。はい。もう、ここしかないです。はい。皆さん。おラスト。本当にラスト。はい、ラストかましましょう。はい。はい。はい、ということでございます。すごい熱量でございます。はい頑張っていきましょうね。はい。はい。それから YouTube も皆さんぜひ見てください。はい。ください。そしてメンバーの SNS もいっぱいフォローしてください。お願いします。はい。ということで、あっという間のお時間でございましたが、じゃあ最後に、ういさんのおすすめソングをお願いします。最近、夏メロを漁ってるんですけど、夏メロじゃないわ。何自分言ってるんですか？のおー怖い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 。何言ってるんですか？曲。さっきから。はい。私の好きな、何変わった変わった。あれ変えましたじゃないの懐かしい曲。はい。自分の中の懐かしい。そうそう、自分の中の懐かしい曲を、紹介したいと思います。はい。マルーン5で、This Love。確かに懐かしいけど。なんでよ、それをかけたかったの？それ言ったらよかったんですね。お店で流れてたんですよ。で、懐かしいと思って。どこのお店で？服屋さんです。服屋さんで。そう流れてて、うわー懐かしいって思って、でも曲名思い出せへんくて、シャザムしたら、言ってんのにな。マルーン5やって。めっちゃ言ってんのに思い出されへんとかあるんだ。そう。うんこれやこれやってな。うんということで、本日のカッパトークは、春音とういでした。はい。ありがとうございました。た。大変やろ。うん。一回、ワンツーマンとかでどうですか？ワンツーマンワンツーマン。ワンじゃない。ちょうでマンツーマン。もう嫌や。もう嫌や。どっちも嫌や。ないな。嫌や。殿堂入りや、君は。おお、何それ